世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はいたかと申します。実はですね、ちょっと皆さんに対してちょっと申し訳なかったなと思っていることがありまして、最近ですね、体験版出して以降ですね、新生千罰の開発を始めたところあたりから、ちょっとね、コメントに対してあんまり反応できてなかったですよね。一応コメント自体はね、読んではいたんですけど、なんと言いますか、ちょっとね、本当に文字として読んでるだけみたいな、あんまりしっかり向き合えてなかったような感覚があります。あと読む頻度もね、めっちゃ減ってたんですよね。コメントすごいたくさん溜まってから、もう意を決してね、気合を入れて読むみたいな。ちょっとね、読みたくなかったんですよね、ぶっちゃけ。やっぱり体験版以降ね、厳しいコメントが増えたりとか、ゲーム内容に関することはね、本当にアイディアの宝庫というかね、多少きつい言葉で書かれてようが、絶対読むべきだっていうことは思ってたので、というかそれこそがね、ゲーム制作実況をやっているメリットでもあるので、しっかり全部目を通してはいたんですけど、なかなかちゃんと向き合えてなかったなというところがあります。最近ようやくちょっとね、落ち着いてきて、しっかりと向き合えるようになってきたというふうに感じてます。一部ね、本当にひどいものとかも、たまにあったりするんですけど、例えばね、僕が病気だみたいなね、社会のために早く病院に受診してこいみたいなこととかも書かれてたりするんですけど、それをね、期待の裏返しというか、絶対値の大きい感情を持ってくださっていること自体は本当にめちゃくちゃありがたいことだと思うので、0よりもマイナス100の方がいいみたいな感じですよね。そういった絶対値の大きな、たとえ負の方向だとしても感情を抱いてくださっている方っていうのは、僕自身がね、しっかりいいゲーム作れば、もう絶対値が丸々ね、ゴリッと反転して、ものすごいファンになってくれる可能性も秘めてると。これ持論なんですけど、そういう風に考えてるんで、別にコメントの書き方云々についてね、こちらからこういうのやめてくれみたいな言うつもりは全くありません。今後も皆さんの好き勝手にね、書きたい言葉で書いてくれればいいなと思います。その中からね、ゲームに内容に関するところでね、吸収できそうなものをしっかり向き合って吸収していきたいなと考えています。ただ一応殺害予告とかね、そういうところまで行くと、多分僕も身の危険があるので、警察に頼らざるを得なくなると思うんで、そういうところはね、ちゃんとわきまえてくれてると思うので、大丈夫だとは思うんですけど、LINE だけはね、超えないように、皆さん自身のためにもね、注意していただければなと思います。すいません、前置きが長くなりました。いろんなものが吹っ切れてね、頭をいい意味で空っぽにして、改めて今作ってるゲーム見れるようになってきたので、ここいらでね、ちょっと7月を丸々1ヶ月使って、ちょっとね、戦闘システムの見直しをしたいなと考えています。一つ前の動画とかを見てもらうと分かりやすいんですけど、今相当ね、戦闘画面がごちゃついてます。見た目的にもシステム的にもね、かなりごちゃついちゃってると思います。本来僕が目指してたね、UI をできるだけあんまり表示したくないみたいなゲームプレイからもうかけ離れて UI をガン見するようなね、ゲーム性にこのまま作っていけばね、なってしまうと思います。正直先週までの内容はちょっと作りながらも、なんていうか、面白くなさそうだなっていうところはぶっちゃけありました。今の現状は、プレイヤーと敵の基本挙動、ゲームのフレームワーク的なところですね。敵キャラとかプレイヤーを動かすための材料っていうのは一通り、プログラム的なものは揃った状態なので、戦闘そのもの自体をね、見直す機会としたら、もうここが多分最後になると思うんですよね。この後はいろいろ戦闘の要素を、フレームワークの上に積み込んでいくような形になるので、これ以上高く積み上げていくと、ちょっとね、もう崩すことができなくなってくるところまで来てると思うので、ちょっとね、今回この7月時点で一度戦闘を見直したいと思います。で、それに関して、三つさんとか、あと講談社の担当編集とも、相談させてもらって、今作はね、一応スケジュールに関しては講談社に目を通してもらって、こういう風に作りたいですって言って OK もらってから作ってるんですけど、この7月の戦闘見直しに関しても一応 OK いただいたので、僕が本来作りたかったね、面白いと思えるものをもう一度見つめ直しながら作り直していきたいなと思います。もちろん旧作のね、旧千罰みたいに UI を消すことに固執しすぎてなんかわけわからなくなっちゃったりとか、そういった行き過ぎたものにはならないようにね、しっかりと担当編集とね、密接に相談しながら、それから皆さんのコメントも読みながら、もちろん三つさんとも意見を交換し合いながら、意思決定をしていく所存になります。
そしてその戦闘見直しの方針に関してなんですけど、全部をね、話そうとするとかなり分量が多くなっちゃうので、重要そうなところ、大きなところをいくつか共有したいと思います。それに関して皆さんコメントいただけるとありがたいです。まず一つ目なんですが、方向 UI についてですね。先週時点の動画で一番ごちゃつきの原因になってた大きな要素なんですけど、これに関しては通常時は撤廃しようと考えています。で、すでにその戦闘見直しのタスク自体をもう今週の後半あたりから開始しているので、今お見せしているね、プレイ映像ではもうすでにね、方向 UI 通常時は消えてるかと思います。で、これ完全にね、削除するわけではなくて、敵の大技のタイミングですね。なんか敵がやばい技をしてきた瞬間にのみ方向 UI を表示しようと思います。で、その方向 UI とか敵のモーションを目で見て、しっかりとジャストパリやジャスト回避を決めていくという風なゲームプレイですね。そして方向 UI に関してもう一個問題があって、フォーオーナー式のね、3方向120度ずつの方向 UI を先週時点までは採用してたんですが、これがですね、結構モーションの見た目とずれちゃうことが多くて、例えば斜め右上から切り下ろすみたいな攻撃とかって、方向 UI は右に表示すべきなのか上に表示すべきなのかみたいなね、微妙なモーションとかあったりするじゃないですか。ああいうモーションがね、どっちかに振り分けるしかなくて、すごいモーションの見た目とね、乖離してたんですよね。そういったモーションと方向 UI の齟齬っていうものをちょっとなくしたくて、旧知抜でやってたようなね、360度方式の方向 UI に変更しようと考えています。なので、もう敵の攻撃モーションと本当に直感的にね、敵が手を振ってくる方向に対してスティックを入れることで、ジャストパリなり、ジャスト回避なりを決めていけるようなプレイフィールにしたいなというふうに考えております。で、通常戦闘中はね、方向の概念が基本的にはなくなるので、敵のガード方向から攻撃しちゃうとパリーされるよねみたいな、そういうちょっと窮屈だった仕様もなくなります。また、プレイヤーがね、攻撃する場合の話なんですけど、ここに関してはね、方向入力の要素自体は残します。ただこれはね、コンボ火力を上げるための簡易的なコマンド入力みたいなもんだと思ってもらえれば分かりやすいかなと思います。普通にね、ニュートラルでR1 ボタンだけ連発すると、3段で終わるところを左スティック入れながらね、攻撃することで5段目まで繋がるようになるよみたいな。なのでこれに関しては方向要素というよりはコマンド入力要素みたいな感じですね。ストリートファイターみたいなめっちゃむずいコマンドではないので、入力難度は簡単だけど頭で意識しとかないと失敗しちゃうよくらいのレベルにね、なってくるかなと思います。で、もう一つの戦闘見直しにおける大きな要素、二つ目なんですが、アーツの使用とそれによって起こる地罰。で、その地罰を防ぐためのちぎりっていうね、このアーツ、地罰、ちぎりっていう3点セットに関してなんですけど、これに関してもね、視聴者の皆さんもね、結構雲行き怪しそうだなみたいな風に感じてる方がね、かなり多かったんじゃないかなと思います。コメント欄見ててもそういう風に感じました。で、実際僕自身もこれらの要素をうまく扱い切るのがかなり難しそうだなという結論に至ってます。で、じゃあどうするのかっていう話なんですけど、まずとりあえずアーツに関してなんですが、これはね、クールタイム制に置き換えようと思っています。アーツっていうのはね、まず4つまで覚えることができるようにする想定なんですけど、コマンドとしては四角ボタンと三角ボタン。それから R2 を押しながらの四角ボタンと三角ボタンで、さらにもう2つ出せる。で合計4つっていう感じですね。ちなみにそうだ、新しい操作方法。7月の見直しでなる予定の新しい操作方法っていうのもちょっと概要欄に書いとくので、それに関しても何かね、意見、コメント等あれば書いてくれると嬉しいです。で、それら4つのアーツに関してなんですが、それぞれ個別にね、クールタイムが設けられていて、1回使うと一定時間は使えなくなるよみたいな感じですね。直近出たゲームで言うと、もうまさに FF16 のアビリティみたいな、あんな感じの使用感になるのかなと思います。リーグオブレジェンドとかね、ああいうモバ系のタイトルでも採用されている仕組みですし、すごくシンプルでね、わかりやすいっていうところなんで、そういう方針でいこうかなという風になりました。そして何よりもこのクールタイム制のいいところなんですけど、最悪の場合の話なんですけど、地罰やちぎりっていう要素がもし完全にオミットされたとしても、戦闘が成り立つんですよね。アーツをクールタイム制にすると別にアーツは消さなくていいってなるんで、それくらいね、今地罰ちぎりっていう要素に関してはちょっと面白く戦闘に組み込むのがだいぶ難しそうだなっていう風にチーム全体で考えている
っていう状態です。特に千罰に関してはね、視聴者の皆さんからも結構いろいろコメントいただいてましたね。タケノコみたいなね、ワードがよく使われてましたが、確かに戦闘中にね、地面から何本も岩の塊、クリスタルみたいなやつがバンバン出てくる。で、しかもその演出もね、微妙でしたね。旧千罰で発生する時のエフェクトとかもちょっとね、しょぼかった。あれがもしね、仮に例えば FF16 のね、制作チームとかがマザークリスタルが壊れる時みたいなね、すんげえかっこいいエフェクト使ってバリバリ演出力高めで千罰を発生させたら、見た目はね、ギャグっぽくなくなるかもしれないですけど、果たしてその千罰とちぎりって要素が戦闘を面白くするという結果につながるのかっていうところですよね。あれらの要素ってめちゃくちゃ戦闘に与える影響がでかすぎて、もうそれ一本で戦闘の軸、そのゲームの戦闘の軸になっちゃうような要素なんですよね。で、これは旧作の時からそうなんですけど、僕が作ってるゲームって結構通常戦闘のところも、リソースが結構でかくて、重きを置いてるというかね。その上でさらに、千罰ちぎりの仕組みも同時にやってもらいますみたいな。なってくると、どうしてもね、ちょっととんがりすぎるっていうところはあったんですよね。今まで無理やりね、それをどうにか形にしようともがいてたんですけど、ちょっと一旦冷静になって、千罰に関しては、世界観からは消さないんですけど、戦闘中にね、何回も発生したりとか、それをさらにオブジェクトとして利用して爆破させてね、敵に攻撃したりとかみたいな。とんでもなく上手に作れば面白くなるのかもしれないんですが、千罰に関してはもう世界観要素にしてしまって戦闘中は起こらない。戦闘の要素としては実装しないっていう方針でいこうかなと思います。ただそうなってくるとね、もう本当に新生千罰の独自要素って何なのっていう話になってくるんですよね。僕個人的にはね、独自要素が一切ないゲームでも、質が高いものを作れば別に売れるとは思ってるんですけど、でもやっぱ入れたいってのもね、あるんですよね。この新生千罰にしかない要素で、これ面白いって、プレイヤーたちに言わせたいみたいな感情はやっぱりあるんで、そこに関してはね、正直今検討中なんですよ。講談社の担当編集とかもね、一緒に考えてくれてるんですけど、かなり厳しい状態ですよね、今。通常戦闘の大掛かりな見直しをやりつつ、独自要素であった千罰に関してはオミット。で、さらに新しい独自要素をぶち込みたいと。結構無理難題を頑張らないといけないっていう状態なんですが、一つですね、今考えている要素があって、それが何なのかっていうと、ちぎりですね。ちぎりのアクションを戦闘要素として残そうかなというふうに考えてます。ただ、ちぎりの意味合いっていうところは、だいぶ変えるつもりです。旧千罰では、ちぎりっていうのがどういうアクションだったかっていうと、MP を使いすぎると、千罰っていうね、ペナルティが発生しちゃって、大変なことになるので、その千罰の発生を抑えるために、要は MP を回復する手段みたいな感じですよね。剣を地面に突き刺して、千罰の発生を抑制すると。そうすることによってまたアーツを使えるようになります。みたいな回復行動みたいなね、扱いだったんですけど、これをですね、攻撃的なアクションに置き換えれるんじゃないかなと思ってまして、剣を地面に刺しました。この状態でのみ使えるアクションやアビリティみたいなものを用意しようかなという感じですね。世界観的な説明としては、剣を地面に刺すことで大地とのつながりが強固になって、その時だけ大技が使えるみたいな、そんな感じですね。なので回復アクションというよりは攻撃するための準備動作みたいな感じになります。で、じゃあちぎりから出せるその強化アクションっていうのはどんなのがあるんだっていう話なんですけど、そこに関してね、今考えてるところでバリバリ草案って感じなんですけど、例えば強化ジャンプとか強化ステップ、めちゃくちゃ高くジャンプできるとか、めちゃくちゃ長い距離をステップできる。そういう強化された移動モーションで、吹っ飛ばした敵にね、すぐ距離を詰めて追撃するみたいな要素にしたりとか、あとは敵のアーツですね。魔法攻撃に対して、その魔法エネルギーを吸収するみたいなね。カウンターとしてちぎりのアクションを使うみたいなこともできそうだなと思ってます。敵の魔法攻撃を剣を通してね、大地に受け流してダメージゼロにするみたいな。つまりまとめると、魔法に対するカウンター吸収技であり、
その後特殊なアクションにつなげる、いわゆる構えみたいな要素にもなってるという感じですね。説明してみたんですが、このちぎりをね、新しい独自要素にしようみたいなところに関しては、あくまで検討の域を出ませんね。ちょっとこれからいろいろ考えて、さらに詰めていってみるつもりではあるんですが、もしかしたらね、ちぎりではなくて別の何かしらの要素を独自要素としてね、打ち立てる可能性も全然あるので、そこに関してもね、やっぱちょっと一旦皆さんの意見、コメントをちょっと見てみたいなというふうに感じてるのが現状です。そんな感じでね、今回の動画はだいぶ赤裸々に語らせてもらいました。ちょっといろいろ吹っ切れたのもあるんで、今現状かなりクリアな状態でね、物事考えれてるかなと思います。またここからね、この1ヶ月の戦闘見直しを経て、しっかりとね、持ち直していく所存ですので、その辺はね、興味ある方は今後も見ていただければなと思います。というわけで今回この辺で失礼します。お疲れ様でした。